ハロー皆さん、今日はフィンランドのサボンリナに行きました。ようこそサボンリンナへ。ここはエストニア・タリンのフェリー乗り場。この旅では車とフェリーで北ドイツのキールを出発し、バルト三国フィンランドをロードトリップ。帰りはフィンランドのヘルシンキからドイツのトラーベミュンデに移動します。そして今はタリンからヘルシンキまでのフェリー移動。奥には聖オラフ教会。街中からフェリー乗り場が近くていいですよね。今回の動画ではポルボー、サボンリンナ、パリッカラを訪問。森のコテージには4泊滞在し、ゆるっと自然の中で過ごす様子をお届けします。フェリーの代金は車の輸送代も含まれているので少々高め。約2時間の移動なのでキャビンの予約はしませんでした。港に到着するといつも通りカモメくんたちが船の周りを飛び回っています。それはなぜでしょうか？クイズです。正解は4の全部。カモメは学習能力の高い生き物で、一度食べ物を見つけた場所や状況を覚えるんだそう。そのため雑食のカモメは人間の廃棄する食べ物や荷下ろしの際に落ちた食べ物を期待していたり、船の動きによる海面への影響に驚いた魚が水面近くに移動することがあるため、それを狙っているんではないかと考えられているんだそうです。また大型船が動くことで船の周りに独特の空気の流れや上昇気流が生じ、カモメたちが楽に旋回することができるため、船の周りに寄ってくるんだとか。他にもいろいろ理由はあるみたいです。ちょうど通り道だったのでポルボーにやってきました。この川沿いにある赤い木造の倉庫が並ぶ風景を見ておきたかったんですよね。ポルボーはフィンランドで2番目に古い町だそうです。あれ、こういう風景ってスウェーデンやデンマークでも見たことがあるようなと思ったのですが、よく考えるとポルボーは1346年にスウェーデン王によって町として認定された場所なので、スウェーデンとフィンランドの歴史が交差する場所として町全体にその影響が色濃く残っているのかもしれませんね。赤色の建物自体はポルボー以外にもフィンランドのあちこちで見られるようです。この後もしばらく東に車を走らせ、森のコテージに到着。滞在するコテージはこんな感じ。ここではエアビーで4泊5日するのでキッチンも完備。冬は暖炉も使えるそうですが、夏なので不要ですね。寝るときは上。上からも外が見られるのは最高ですね。ではボート漕ぎに行きますか。これ漕ぎ方合ってる？さあね。知らんのかい。
普通後ろ向きには漕がないんじゃない？OK。後々確認して気づいたのですが、パドルが逆にセットされていたのと、片方が壊れていて漕ぎづらかったみたいです。直したので次回からは正しく乗れますね。夕暮れの湖とこの水の音が最高に癒しですね。島に到着。マークは上陸したかったようですが、私はもう休みたかったので戻ることに。ぶつかる。よく海と山どちらが好きかという質問がありますが、私たちは湖と森が好きです。理由は湖の周りには森があって緑に囲まれている点と、波もなく人も少なく静かに過ごせる点ですね。皆さんはどんな自然の場所が好きですか？ぜひコメント欄で教えてください。疲れ果ててのんびりしていたら、あっという間にこんな時間。この日の夜ご飯はパスタでございます。マークさんのリクエストでニョッキ。と言っても滞在中の料理はほとんどパスタになります。ここから一番近いスーパーが車で40分。このエアビーの予約条件が4泊からなので保存しやすい食材になっちゃうんですよね。遅すぎるピリ辛な晩ご飯でした。この日はサウナにも入らず就寝。まずは朝食作りからスタート。大容量の卵、滞在中に全部使いますよ。ご飯を食べたらすぐにサボンリンナとパリッカラに出発します。サボンリンナはフィンランドの三大古城の一つ、オラビ城がある町で、リンナはフィンランド語で城の意味だそうです。湖に浮かんでいる城なので、クルーズにも参加することにしました。今回のフィンランド旅では三大古城すべてを訪れますよ。完成。気持ちのいい天気なので外で朝食。ではサボンリンナへ、ロスゲーツ。オラビ城はフィンランドのサボンリンナにある三大古城の一つ。15世紀のフィンランドはスウェーデン王国の一部で、後のロシアとなるノボゴロド公国と領土争いをしてた。そのためこの城は1475年にスウェーデンによってフィンランドとロシアの国境を守るために建てられた。湖の上に浮かぶ小島は天然の防衛線になっていますね。
日本の城の堀みたい。この城の内部を見るにはツアーに参加する必要があります。同時に何人ものガイドが異なる順路で別のグループに説明をしているので、撮影時間はあまりありません。この城の概要は先ほどマークが話した通りですが、スウェーデンとロシアの間の国境争いは何世紀にもわたり、16世紀にはロシア帝国によって占領され、その後17世紀には再びスウェーデンの支配下に戻りました。ですが1809年のフィンランド戦争後、フィンランドがロシア帝国に併合された際、城はロシアの管理下に置かれました。現在はフィンランド独立後の象徴的な遺産として保存されています。スウェーデンの支配下になったり、ロシアの支配下になったり、他の国との交流がしやすく良い面がある一方で、陸続きの国や問題点も多いですね。ツアーに参加している最中、ガイドさんがこんな面白い話をしてくれました。それは敵国が攻めてくる際、城の近くにいたヤギの影がサタンのように見え、何度も兵士たちを驚かせ追い払ったという話。その話に関係しているのか、城のすぐそばにはヤギの像が建てられています。では少し移動をしてランチタイム。これは揚げたムイックという魚だそうで、調べたところ日本のワカサギに近い魚のようです。確かに味もそれに近く、焦げた皮のパリパリとした食感と苦みがいい塩梅でとっても美味しかったです。マークはライ麦パンにムイックを乗せた料理。お腹が空いていたのかすごいスピードで食べていました。ちなみに飲み物はコーラとファンタオレンジを半分こしてシュペーツィー。以前ショート動画で紹介した飲み物ですね。マークは乗りたい船があったようですが、船乗り場にはいろいろなクルーズ船があったので、すぐに出発する船に乗ることにしました。1時間のクルーズです。このクルーズの醍醐味は、湖の上からオラビ城が見られること。こうして見ると、裏までしっかりたくさんの砲丸や銃丸があり、当時は要塞としての役割を果たしていたことを改めて気づかされますね。それにしても本当に景色が綺麗ですよね。湖面は鏡のように穏やかで、空の青と森の緑を映し出しています。ちょっと驚いたのは、ドイツよりもフィンランドの方が寒いかなと思っていたのですが、まさかのフィンランドの方が暑くてびっくりしました。ドイツの天気は難しいですね。マークのリクエストでケリマキ教会にやってきました。世界最大級の木造教会なんだそうです。1844年から1847年にかけてこの教会が建設されたのは、当時ケリマキの町の人口が増加し、すべての住民が一度に礼拝に参加できるようにするためでした。全長45メートル、幅42メートル、高さは屋根の頂点で37メートルに達します。教会内部の座席数は約3000席ですが、
立ち見席も含めると最大5000人を収容することが可能だそうです。教会内部は白い壁と青い装飾が特徴で、清楚で明るい雰囲気を醸し出しています。木造ならではの温かみのある教会でもありますね。暑すぎるのでアイスタイム。ここからパリッカラへ移動。パリッカラ彫刻公園はフィンランドとロシアの国境に位置するユニークで不思議な観光名所。この公園にはアーティストであるベイヨ・ロンクネンが生涯をかけて作り上げた非常に個性的な野外彫刻のコレクションが展示されています。彼が最初の彫刻を作り始めたのは1961年。地元の工場で働きながらも時間を見つけて自分の家の庭に次々と彫刻を作り、その数は500体以上に上ります。これらの彫刻は彼の死後もそのまま保存され、公園として公開されています。彫刻は非常に多様で、ヨガのポーズをとる人々、動物、神秘的な人物など奇妙で独創的なものが多くありますね。彫刻たちがまるで生きているかのようで、時々見つめられているような感覚にとらわれます。ここはヨガパークと呼ばれるエリアだそうで、ベイヨ氏が自らのヨガの練習に基づいて作り上げた約200体のヨガのポーズをとる彫刻が並んでいます。訪れる者に強烈な印象を残す面白い体験ができる公園でした。くたくたなのでサウナの準備。ザクザク。マークの実家にも電気式のサウナがありますが、個人的には薪を使ったサウナの方が蒸気がかかってすっきりした気分になれるので好きですね。火をつけてから1時間くらいで温まります。サウナの室内はこんな感じ。サウナへ入る前に夜ご飯。フィンランドの森の中で食べるご飯が最高。自然の空気と美しい風景を見ながら食事ができるのは最高に贅沢ですね。良きサウナでした。やっぱいいですね、サウナ。家を買ったら絶対サウナを作りたいです。
まなみの旅飯3日目はケサディアもどき。冷蔵庫の残り物を適当に混ぜていきます。エアビーいいけど到着するまで冷蔵庫のサイズがわからないから買い物はちょっと困りますよね。まあ連絡して聞けば教えてもらえると思うんですけどね。今日も天気は完璧です。この日を含め2日間は予定を入れずにコテージで自然を満喫。皆さんは知っていますか？なぜアメンボが水の上に浮かぶことができるのか。それはアメンボの足と水面の間に働く表面張力によるものだそうです。でもどこでも浮けるわけではなく、特に雨はアメンボにとって苦手なもの。水面に何度も振動が加わると小さな波がいくつも立って表面張力がうまく働かなくなるので溺れてしまうんだそう。なので水面をパシャパシャ叩くとアメンボは溺れてしまいます。マークはハンモックでお昼寝。のんびり過ごしてこの日は終了。4日目はちょっと風強め。涼しい風が止んで束の間の静けさが訪れたと思いきや急な雨。雨が止んだと思ったら出てきましたアメンボ。まだみんな葉っぱの下でウォーミングアップしてますね。アメンボが作る波紋が綺麗で癒されます。雨が止んだ後の湖面が本当に鏡のようで見とれてしまいますね。マークさんはプログラミング中、私はドイツ語の授業の予習中。のんびりできるのもこの日が最後なので休憩してから再びボートへ。雲多めですがそのせいか湖面がいつも以上に美しい。こんなに美しい眺めですがしっかり邪魔者がいます。それはアブ。びっくりするくらいアブが多くて手足は噛まれた跡だらけ。やっぱり自然豊かな場所へ行くなら対策が必要ですね。最終日は朝から片付けをしてイッタラ村とハーメリンナに向かいます。次回の動画とはまた別の動画に組み合わせて投稿予定です。
さて、サボンリンナの旅はここまで。次回はムーミンワールドとトゥルクの旅動画です。チャンネル登録、高評価ボタンお願いします。また次の動画でお会いしましょう。チュース。